どうも皆さんこんにちは、あきやです。今回は旅行におすすめのカメラをご紹介していきたいなというふうに思います。はい、もうめちゃくちゃね、めっちゃ頑張っててか、もうむっちゃ悩んだ、この紹介は。僕ね、結構いろんな海外とかね、もう去年はもう6カ国ぐらい、5カ国ぐらいね、ありがたいことにお仕事でもね、たくさん行って、最近はね、韓国からまた帰国してって感じで、めっちゃ旅行行く中で、なんかね、本当にカメラ選びって重要なんですよ。なんかね、ストレスになったら良くないし、なんか、撮んのもういいかなみたいになっちゃうとすごくね、もったいないので、カメラの性能ももちろんないんやけど、使いやすい、持ち出しやすいっていうところにもフォーカスをして、もうね、僕旅行行きまくってるので、そんな僕が本当におすすめできるカメラをね、7つご紹介していきたいなというふうに思いますので、ぜひね、最後まで楽しんでいただければなというふうに思っております。で、今回ね、紹介するカメラの中で、正直ね、10万円を切るっていうカメラはもうほとんどないんですよ。っていうのも、僕の中でちょっとこれ考え方なんですけど、iPhone ってもう正直十分だと思ってます。この iPhone 16 Pro で撮れる映像めっちゃ綺麗やし、本当に美しいね、動画が撮れます。写真もすごい綺麗じゃないですか、今。僕 LA にね、Apple さんに招待していただいて、イベントに参加してきた時もたくさん iPhone で撮ってたと思うんですけど、もうこの映像を見ても分かる通り、すごい綺麗ですよね。韓国とか本当にいろんなね、日本各地でも撮ってるんですけど、これでいいわってなること正直多いですってなった時に、やっぱりね、こう10万円以下ぐらいの価格帯のカメラを、なんかこう、ちょっと妥協して買うぐらいだったら、多分使わなくなる可能性がね、ちょっとやっぱりあったりするので、僕はそれだったらね、もう正直 iPhone でいいんじゃないかなと、っていうのが僕の中で答えではあったりするので、正直ね、今回10万円以上ぐらい、っていうかなるべくね、そこまで30万円とかにはね、ならないようなカメラではあるんですけれども、とはいえ、やっぱりね、それなりにかかってしまうと。じゃないと、なんか買って後悔しそうだなというふうにも思うし、なんかカメラのね、楽しさっていうのを知っていただきたいので、せっかくだったらね、ちゃんといいものを買って、長くね、使っていただきたいなというふうに思っておりますので、ちょっとそこら辺だけね、前置きで紹介をね、させていただきました。それではね、まず1つ目いきたいと思うんですけれども、1つ目はコダックの FZ55 ですね。ちょっとこれ番外編的な感じになるんですけれども、こんな感じのカメラになっています。でね、ちょっと僕これ今実際実機をここに持ってこれなくて、今ちょっとパートナーのね、方がね、もうずっと僕のやつもずっと使ってて、ちょっと持ってこれなかったんですけれども、マジでこれはね、本当に面白いカメラです。で、これはね、めっちゃ値段も安くて、買いやすいっていうのがあるんだけど、正直綺麗なカメラじゃないです。綺麗に撮れるようなカメラではなくて、なんかちょっとサブ的な形で、思い出をね、なんかエモくっていうとあれやけど、いい感じのね、雰囲気で写真を撮りたいとか、そういった時にすごくいいかなというふうに思います。最近 TikTok とかもね、見てると結構コンデジ、デジカメのオールドデジカメのね、ブームって結構来てるじゃないですか。そういう中でね、このカメラはコダックっていうね、本当にこう有名なカメラメーカーが最新で作ってるようなデジカメなんですよね。なので SD カードがちゃんと入るようになってる設計やし、フラッシュも内蔵されていたりとか、めちゃくちゃコンパクトなサイズですごく撮りやすくて、クレジットカードぐらいのサイズ感になるので、もうポケットどこにでも入りますっていうのが良さだったりしてて、普通にね、なんかこう撮れる写真とかもちょっとね、雰囲気があって、ちょっとレトロで平成感があると言ったらいいのかなっていう、すごい楽しいカメラにはなってます。センサーのサイズもね、スマホぐらいで、大きくはなくて、で、ぶっちゃけスマホとか最新の iPhone の方がもちろん綺麗です。なんだけど、本当にこうちょっと違う楽しみ方をしたいとかっていう方にはめちゃめちゃいいかなというふうに思います。動画撮影はね、手ブレ補正もなかったり 4K ですらも撮れなかったりはするんだけども、僕もね TikTok とか YouTube ショートでもね、こんな感じで紹介してたと思うんですけど、これでもう爆売れしてしまったみたいで、僕がもともと買った時は1万5、6千円とかで買ったと思うんですけど、もう今2万円台ちょっととかになってると思うんですけど、価格がねちょっと上がってしまったっていうのはあるんですが、でもやっぱ若い子たちをね中心にずっと使ってますっていうようなコメントを未だにいただくカメラでもあるので、ちょっとね番外編的な形になるんですけども、一番価格が安いものとして、こういったものもありますよっていうので、ちょっとねご紹介させていただきました。はい、というわけでね、それではここからが一応メインではあるんですけれども、2つ目いきたいと思います。それがですね、じゃじゃん、こちらのカメラでございます。キヤノン EOS R10 というねカメラになっております。このカメラね、ちょっと前にねちょっと僕購入して結構ね最近使ってるような、めっちゃいいなと思うようなカメラになってるんですね。このカメラね、何がいいっていうと、このコンパクトさなんだけど、結構性能は結構ちゃんと入ってます。スペックもこんな感じでね出しておくんですが、写真とか動画をやる方にとっては、ちゃんとめっちゃ撮れるじゃんっていう風なね内容になっております。で、このカメラどういったものかというと、まずそもそもシステムがこんな感じの
はい、ミラーレス一眼という風になっております。なので、レンズを交換できるものをミラーレス一眼と言ったりするんですが、例えばね、こういうレンズにね、付け替えたりとか、こういう風にいろんなレンズを楽しめるという風になっております。で、センサーっていうのがね、カメラにもあって、このセンサーの大きさによって、画質がね、変わると言っても過言ではないんですが、このセンサーの大きさが APS-C センサーとなってるんですね。で、一般的なね、スマホのセンサーが 2.3 分の1型ぐらいという風になっていて、そこからさらに大きいのが1型、1インチですね。で、そこからもっと大きいのが APS-C センサーになっていて、で、カメラの中でも、一番大きいと、言っても過言じゃないぐらい、本当に大きな、いろんなプロも使うセンサーがフルサイズセンサーという風になってます。その中の APS-C センサーになるので、かなりですね、情報量を多く取得できるので、本当に背景がボケやすかったりとか、明るく撮影ができたりとか、この APS-C センサーであれば、スマホとはもう明確に違うね、写真とか動画が撮れるようになりますので、そういった意味でも、スマホとも違うね、確実に感じれるカメラなので、じゃあスマホでよかったっていう風にはならないというところがね、まず第一にいいところかなという風に思います。で、価格もね、中古であれば9万円台で購入することもできて、もちろん新品だとね、マップカメラ価格で11万円台とかになるんですが、中古だと結構買いやすいし、僕もちょっと中古で購入して、レンズは新品で買ったっていう感じになるんですけれども、本当にね、小さくてコンパクトで使いやすいかなと思います。割とね、しっかりとカメラとして使うことができて、というのもファインダーがね、ちゃんとあるので、カメラでファインダーを除いて撮影ができる、この楽しさっていうのはスマホでは絶対味わえません。もうめちゃくちゃ楽しいんですよ。で、このファインダーの中のもね、画質っていうのは結構カメラによっても変わってくるんだけど、全然綺麗に見えます。で、このモニターもこんな感じでこっちに向くんですよね。なので、自撮りがね、できるようなカメラでもあるという風になってるし、で、僕がすごい好きなのが、ここ、パカって開けると、フラッシュで撮れます。なので、フラッシュで撮影をできることによって、夜のシーンとか、ちょっと味のあるね、写真が撮れたりするので、そういった使い方もすごくいいですね。動画だとね、4K60 フレームっていうスローモーションで撮れたりするので、動画撮影もね、すごくいいという風になるので、本当にバランスが取れてて、価格も安くて、安心のキヤノンっていうところで、これはね、結構本当におすすめかな。欠点としては手ブレ補正がね、ボディ内でないので、電子補正っていうね、ちょっと処理でやるので、ちょっとぐにゃぐにゃしてしまう可能性もあったりとか、だから動画とかはね、ちょっと気をつけて撮る必要はあったりはするんやけど、でも電子補正結構優秀だなという印象はあったりします。一個で僕がすごい苦手なのが、ちょっとローリング現象っていう、このカメラをちょっと振って撮るときとか、たまにあるじゃないですか。あとは車の中で撮るときとかって、本来縦にね、生えている、木とか建物であったりとか、電柱とかそういったものがカメラが振りながら撮るとめっちゃ斜めになるんですよ。これがね、ローリング現象とも言ったりするんですけれども、これがね、結構著しく出るカメラではあるので、ちょっとあんまり流しながら撮るような撮影には向いてません。なので、動き物とか、ちっちゃい子供をね、めっちゃ撮るようなシーンでは、あんま向かないんですよね。ちょっと被写体、その、お子さんのね、顔がぐにゃっちゃうとか、全然可能性としてはあるので、そこはね、ちょっとね、気をつけるところではあります。でも、価格とね、性能では、僕はね、確実にお勧めできる一台ではあります。はい、というわけで続いて3つ目いきたいと思うんですけれども、3つ目は、じゃじゃん、この子でございます。はい、ニコン ZF-C と呼ばれるカメラですね。これね、もうなんていうんやろうな、デザインですね。カメラとしての楽しさはもちろんあります。カメラとしてすごく優れているんだが、僕はね、デザインで推したいかな。旅行に行くときって、やっぱりね、もちろん性能もやねんけど、どっちかっていうとさ、持ち出したい欲の方が僕は大事な気もしてるんですよ。なんかを撮りたいでもあるんやけど、このね、動画を見てる方って結構もうカメラを初めて買う人も多いと思うので、そんな方には、そもそも持っていて、気分が上がるとか、肩からかけていて、ここにあることがテンション上がるとか、そういうカメラであってもいいのかなと思うんですね。なので、カメラストラップにつけて、これをね、ここに肩掛けしておくと、そういったところだけでも持っていきたいと思えるようなものっていうのが大事だと思うので、そういうデザインとして、使ってて楽しい、可愛いと思えるようなものとして、これはね、結構本当におすすめなんですね。価格はね、これも新品だとマップカメラだったら11万円台で、僕はね、中古で買ったんですが、これ中古だと9万円前後ぐらいで買えます。めっちゃ安いの探せば8万円台でもあります。っていうので、結構価格もね、魅力的かなというふうに思います。このカメラも実際には APS-C センサーなので、フルサイズほどまではいかないけど、大型なセンサーを搭載しています。なので、スマホとはね、やっぱ明らかに違う写真とかは全然撮れるようなカメラではございますね。で、このカメラもファインダーがあるので、覗いて撮れるし、モニターもね、バリアングルモニターを搭載しているので、自撮りも一応できるし、写真もね、インカメで撮ることもできたりしますと。で、何よりやっぱりね、この軍艦部分、ここのね、ガチャガチャ感めっちゃ可愛くないですか？ちょっとレトロというかね、ここら辺の、デジタルのこういうね、ものをいじって、
操作をしてちょっと設定をして撮るという風になるので、この辺をねフルで使おうと思ったらちょっと難しさはあります。なのでカメラに対して理解をする必要があって、カメラってね ISO シャッタースピード ISO カウントっていうね一緒や ISO シャッタースピード F 値っていうね、この3項目をまず覚えたいんですが、そういうね解説はこの動画でねしてるので見てほしいんですけど、そういうことを覚えたらマジでめちゃくちゃ楽しいカメラになっています。カメラっていうものの楽しさを知れるねカメラでもあると思いますね。で写真も動画も一応撮ることはできて、4K 動画もね撮ることは可能です。ただ、さっきの USR10 ほど動画性能は良くなくて、4K のスローが撮れなかったりとかねやっぱりするので、どっちかというとやっぱ写真で撮ってほしいなという風なカメラかなというふうには思いますね。で、この ZFC に関しては張り替えとかもできたはずで、他のね、全5色ぐらいかなのバリエーション、カラーバリエーションで決めることもできるので、他のね、カラーで使うこともできたりするので、ちょっと人と違ったカメラを持ちたいとかいうふうにはすごくね、めっちゃいいかな。所有欲がすごく満たされます。大きさに関してはね、ちょっと大きいかなというふうには思うし、グリップがないので、若干ね、握りにくさはちょっと正直あるかなと思うんだけど、でもさ、めっちゃ可愛いから。これでね、なんか写真撮ってる自分想像してください。楽しいと思います。はい。僕はね、本当にこのカメラすごく買ってよかったなと思ってるようなカメラになっております。はい。というわけで続いて4つ目いきたいんですけれども、それがこちらでございます。もうこれはね、もう結局殿堂入りやわ。もうめちゃくちゃいいですよ。旅行ってなった時に、写真もやけどやっぱ動画残したいじゃないですか。そこでね、本当にいろんな思ったこと、感じたこと、いろんなトラブルとかもね、含めて、やっぱ動画を残すっていうのもね、楽しさじゃないですか。そんな方にはこのカメラが一番おすすめ。こういう風に起動すると、こんな感じで起動して撮ることができるんですね。はい。で、こういう風に動かない。カメラの部分がジンバル型になってて、ちょっとブレにくくなってるんですよね。はい。まっすぐ滑らかに撮ることができます。これが DJI Osmo Pocket 3と呼ばれるカメラで、超コンパクトですよね。iPhone 16 Pro とね、比べてもこれだけ、はい、大きさに違いがあるという風になっております。このカメラのね、すごいところは、こんなに小さいのに、もうなんか性能がバグってるんですよね。めちゃくちゃいいんですよ。で、センサーサイズもかなり大きくて、1インチになってます。もちろん APS-C センサーほどじゃないけど、1インチセンサーあるので、要はスマホとかのね、センサーよりも大きなセンサーを搭載しています。それによって画質がかなり綺麗です。僕はね、結構最近で言うとドバイとか、北海道とか、結構いろんなところにこれを持って行って、遊んだりしてるんですけど、本当にね、ただ単に楽に撮っているだけでも、めちゃくちゃ綺麗にね、高画質に撮影することができると思うし、一応写真もね、綺麗に撮ることはできたりします。で、地味にね、嬉しいのは、自撮りをね、するとき、こういう風にワンタッチでね、自分に向いて、で、もう一回押せば、あっちに向いてみたいな感じでできたりするし、あとね、縦撮影もできるんですよ。このまま続行にすれば縦で、こっちにすれば横になって、縦になってみたいな感じですごい簡単ですよね。なので TikTok とかインスタのリールも手軽に撮ることもできるし、あと地味に嬉しいのは美肌補正とかがねあると。なのでこれアプリを使ってより顔のシェイプをね細めにしたり目を大きくしたりとか一応できるんですよ。でそれもやりすぎるとねちょっとってなるけれども、でも普通に結構ナチュラルに聞けます。なのでそういうね美肌補正とかって案外ね入ってないカメラやっぱ多いので、そういったところができるのは結構女性の方とかね特に嬉しいんじゃないかなと思います。で価格もですね79,000円ぐらいで購入することができて、クリエイターコンボっていういろんなマイクとかバッテリーとかセットになってるものだったとしても10万円切るので、これ価格は結構ねお買い得かなというふうに思うので、一家に一台あってもいいんじゃないかなというふうに思います。僕オーストラリアとか LA とか行った時とかもう街中出てもみんなこれ使ってるし、なんか渋谷のスクランブル交差点歩いてたら5人ぐらいこれ使ってますよねっていうぐらい、なんかもう旅行の定番動画撮影カメラかなというふうに思います。昔ねこんな感じでハンディカムでね持ってたと思うんですけど、それが今こっちに置き換わってるようなものかなと思います。欠点としてはズームに弱いっていうところかな。2倍ぐらいまでのズームになるので、ハンディカムってもっとズームはできたと思うんですけど、そういうのはできなかったりとか、あと SD カードが入らなくてマイクロ SD カードになるんですよね。小さな SD カードになるので、ちょっと使いづらさはね若干僕はあるかなと思います。でですね、この Osmo Pocket 3に専用のね僕ラットパックっていうものをね作ってるんですよね。これ何かっていうと、Osmo Pocket 3っていうのは、スタンダードカラーとかログ撮影をしたね、色の編集をしやすいようなログで撮っておくことができるんですが、そういったカラーで撮っておくことで僕のねこの専用のラットを使うと
一瞬でいい感じの色にね、編集ができます。今見ていただいている映像は全て Osmo Pocket 3で撮っておりまして、で、これらにね、全て僕がね、作ったラット、写真でいうフィルターのようなものを当てると、このようにね、すごく綺麗に撮影ができます。これらがね、いっぱい入ってるパックとして、スタンダード用とログ用、どっちで撮っておいても綺麗にね、編集ができるようなラットパック、全てを込みにした、このね、Osmo Pocket 3用のラットパックっていうのを販売しておりますので、この Osmo Pocket で撮影を楽しんで、さらにね、編集もちょっとね、色をつけてあげるだけでめっちゃおしゃれになりますので、ぜひですね、こちら、興味ある方はね、ぜひチェックしていただければ嬉しいなというふうに思います。という感じで、このね、Osmo Pocket 3はね、僕はもう2個買ってるぐらいなんで、めちゃくちゃね、これは楽しくて、スマホでは全然違う楽しさもあるし、で、ストレスにならないし、ポケット入れておけるしっていうので、マジでいいので、これぜひチェックしてみてください。僕ね、Osmo Pocket 3のね、関連の動画たくさん出しておりますので、ぜひね、合わせて見てもらえると嬉しいなと思います。はい、というわけで続いて5つ目いきたいんですが、それがですね、じゃじゃんと。リコーの GR3 というカメラでございます。はい、めちゃくちゃコンパクトでしょ。このカメラね、めちゃくちゃいい。でもね、ちょっとおすすめしづらさもあって、それ何かというと、買いにくいんですよ。新品の人気がありすぎて、てか、在庫がない。本当にない。入荷待ちなんですよね。ちょっと最近ね、予約注文が再開したりとかはあったんですけど、定期的にゲリラ的にあるんやけれども、でもやっぱ買いにくさがあるので、ちょっと進めにくいんやけど、でももし買えた方、マジでこれね、もう最高のカメラです。もうずっと持っておけるカメラかなと思うんですが、ちょっと紹介させてください。このカメラね、普通のカメラと違って、一眼カメラっていうのはレンズを取り外せますよね。でも、こっちの GR3 はそういうわけにはいきません。このレンズがね、もう取り外せないんですよ。これ電源入れてもこれで終わりと。で、ズームもできません。レンズ自体。単焦点っていうね、もうそこの画角一つだけで撮るようなカメラになっています。で、こんなに小さくてコンパクトで、特になんか特筆すべきスペックっていうのはないんですよ。でもね、値段14万円ぐらいします。高いですよね。こんな小さなカメラ。これね、コンデジと呼ばれるコンパクトデジタルカメラ。一眼じゃないので、そういう風に言ったりするんですけど、14万円なんで、もう普通に高級ラインのものなんですよね。でも、これの在庫がないぐらいめちゃくちゃ人気という風になるんですが、そのね、理由がですね、画質だと思います。画質プラス、機動力、このコンパクトさで活用できるこの画質がエグいというところなんですが、そもそもこのカメラ実際には APS-C センサーを入ってるんですよ。このカメラと一緒で、もうこの APS-C のこのサイズがここに入ってるんですよね。これ結構エグくて、大体ね APS-C とかやっぱこうちゃんとカメラの形になりがちなんですけど、この小さな鏡台に入っちゃってるというところで、画質が結構マジでめっちゃ綺麗です。今見ていただいている写真ね、すべて GR3X、このカメラで撮った写真になるんですけれども、びっくりしません？これ普通にちゃんとしたカメラで撮ったような、めっちゃ綺麗なね、質感になってると思うんですけど、やっぱり APS-C センサーなので、よくね、背景がボケてくれます。なので、こう APS-C のね、こうセンサーをこんな小さいので、しかも、こう電源入れてシャッター押しますね。めっちゃ早いよ。いくで、せーの。で、押せた。はい、っていう感じで、めっちゃね、こう、バーンってすぐ撮ることができるので、本当にね、この機動力っていうのがすごくね、良くて、マジでめちゃめちゃ使いやすいカメラになってます。最近はね、こう、ブラックピンクのリサちゃんとか、結構いろんなセレブとか有名人とか芸能人もね、使ってるので、そういうのもあってだと思うんですけども、人気すぎて、とにかく買えないっていうのがあるので、難しいんやけど、でも中古はね、結構たまに出回ったりとか、定価より高いんやけど、僕はね、その、ギリ定価より安い時代に、中古で買って、ずっと使ってるんですけど、もしね、興味ある方はぜひね、チェックしてください。レビュー動画も出てるので見てもらえたらと思います。で、もしね、仮に何としてでもこれ買いたいけど買えないという風に方には、ソニーの RX100M7 っていうね、シリーズも結構おすすめです。はい。これの代わりといってはあれなんですけど、全然ちゃうカメラやねんけど、コンデジという意味で、こう、レンズを交換ガチャガチャしないという意味で、やっぱり旅行にはね、こんぐらいのサイズめっちゃいいので、そういった方にはこのソニーのね、RX100M7 もおすすめです。これはね、中古16万ぐらいなんで、結構もっと高くて、新品だと18万ぐらいするんですけれども、これもね、なかなか良くて、スペックは大体こんな感じで、やっぱり GR3 ほどのね、センサーの大きさはない1インチなんですけれども、でもね、ズームができるんですよ。24mm から 200mm というね、めっちゃ遠くまでズームね、して写真が撮れたりとか、あと 4K 撮影もね、動画だとできたりするので、GR はね、もう動画は結構もう本当全然撮れないです。4K も撮れません。ただ、動画も写真もっていう意味では、このね、RX100M7 結構僕はおすすめですね。過去にね、レビュー動画も出してるし、僕去年ぐらいにね、
ね、テスラさんとのちょっとこう取り組みで、長野県の湖のね、上を走るっていうイベントに参加させていただいたんですけど、あの時このカメラね、全部撮ってて、写真とかね、めっちゃ綺麗に撮れたんですよ。で、フラッシュも入ってたりするので、やっぱりね、ほんとおしゃれに撮れたりとか、こう旅行先でね、広角から超望遠までバリエーションを多く撮るっていう意味では、こっちもね、一応おすすめだったりはするので、まあ両方高いんやけれども、まあ高級コンデジというところで、本当にね、気楽にめっちゃいい写真が撮れるっていうところで、僕はね、こちら辺をおすすめしたいです。はい、というわけで続いて6個目が、じゃじゃん、この子でございます。はい、僕たちの今の一押しなんですよ、この子が。めちゃくちゃ良くてですね、これ、なんかこう、カメラをちゃんと握りたいという方にはすごくおすすめ。で、なおかつ価格が控えめです。まあ、新品で13万円台になるので、まあもちろんめっちゃ安いわけではないんですよ。ただですね、性能に対してはかなり安いカメラになっております。で、このカメラもね、すごく人気で、供給があまり追いついてなくて、一応予約はできるんで、買うことはできるんだけど、ちょっと納期が遅れるぐらいになってますね。で、スペックはこんな感じになっています。同じこのカメラは APS-C センサーで、写真と動画をハイブリッドに撮ることができます。というのも、動画撮影がね、4K60 フレームで撮ることができるので、よりですね、スローモーションの映像をね、撮ることができるようなカメラになっています。で、このね、ファインダーがあるので、こうしっかりとね、覗いて撮ることもできたりするし、こうモニターがバリアングルになるので、こう自撮りをね、して楽しむこともできるという風になっております。で、極めつきにはこのカメラも内蔵のストロボが入っておりますので、こんな感じでフラッシュをね、焚いて撮影をね、できるというところも、まあ、僕的にはすごく良さかなというふうに思っております。で、このカメラがね、めっちゃ人気な理由としては、XPEED7 っていうね、まあ、ニコンさんのセンサーの中でも一番最新のものを搭載してると。で、さらにニコンのね、Z9 とか Z8 みたいなもう超ハイブリッドなフラッグシップカメラの、なんかもうエグい技術をね、この中入れちゃったよみたいな感じになってて、ニコンユーザーの方もそういうめっちゃプロフェッショナルなカメラを持っていても、これもサブで買っちゃうぜって感じで、もう本当にもうめっちゃ人気みたいなんですよね。まあ僕ニコンのカメラそこまでね、多く使えたわけじゃないんですけど、ちょっとね、ソニーユーザーとしても、このカメラはね、めちゃくちゃいいなというふうに思っているカメラでございます。同スペックのね、他社製品に比べたら、ちょっとサイズ感はあるし、重さっていうのはやっぱあるんですけれども、でもその分ね、作りがしっかりしていたりとか、機能をちゃんとこう搭載してくれてます。ピクチャーコントロールボタンっていうのが搭載されてて、ここにね、アプリ経由でいろんなこうカラーのレシピを入れて、いろんなこうね、色味で撮影をね、することもできたりだとか、まあ、あとはね、こう N ログでね、しっかりと動画撮影ができたりとか、4:10ビットとかで、もう本当にね、こう動画撮影、写真性能をもうちゃんと撮れると、もう本当にこう出し惜しみなく、作りもね、結構いい感じです。はい、ちゃんとしたカメラになってます。で、それでいて、価格が13万円ぐらいなので、これはね、結構安いです。この内容で13万円台で買えるカメラってなかなかないので、同価格帯のね、カメラ ZV-10-2 とか、EOS R10 さっき紹介したものとか、富士フイルムの XM5 とか、全部僕使ってますけれども、まあでもその中で総合的に今ね、一番バランス取れてて、で、価格安いのはこれだと確実に言えると思いますので、これはね、なかなかいいですよ。というところでご紹介させていただきました。はい、というわけで最後、7つ目なんですけれども、それがソニーの α7C2 というカメラになっております。はい、これがね、もう最後にお勧めしたいかな。このカメラはちょっとね、今実機がなくて申し訳ないんですけれども、このカメラはですね、フルサイズのカメラになってて、ちょっとこれ別のね、カメラなんですけど、まあ中身がほぼ一緒と言われてる、これ7-4と言われるカメラで、フルサイズのセンサーになっています。なので、APS-C よりも一回り大きなセンサーを搭載していますね。で、この 7C2 に関しては、マジでもういっちゃん押したいかな、ソニーのカメラで。というのも、フルサイズかつコンパクトなんですよ。ソニーのね、α7 シリーズって、7R とか7-4とか、無印7とかね、あとは 7S とか α9 とかいろいろあるんですけれども、これ細かく見ていくとね、もう結構簡単で、7C っていうのがコンパクトの C なんですね。で、7R はリゾリューションの R なので、高解像、画素数が多いモデルです。で、何もない7とかのシリーズ、これ7-4なんですが、これは写真と動画両方ともベーシックの7なんですね。で、7S っていうのは高感度性能、要は低画素でより暗いところで綺麗に撮れるっていう画素数が少ないモデルが S なんですね。っていう風に分けられていて、あと α9 とかはこう連写がすごかったり、α1 っていうのはもう一番フラッグシップ、もう一番これが本気ですよみたいなのがあったりするんですけど、その 7C なので、よりコンパクトなシリーズの一番最新モデルが 7C2 になっています。スペックはこんな感じで、ほぼ7-4と中身が一緒で3300万画素のよりね、高解像な画素数で、写真も動画も両方とも万能に撮ることができて、なおかつボディライトブル補正が入っているというところで、よりね、写真とか動画の手ブル補正をしっかりと効いた状態で撮影することができるようになっています。で、7C2 が7-4よりも後に出て、よりね、いいところというと、この 7M4 よりも AI の認識能力が良くて、AI プロセッシングユニットっていうのが 7C2 には
が入っています。なので、こう鳥とか電車とか、こう人とか、もちろん猫とか動物とかね、いろんなこう認識したい被写体に対してめっちゃね、正確にすごい速さで食らいついていくんですよ。なので、動き回るね、お子さんであったりとか、旅行に行った時のなんか動き回るものとか撮りたい時にめっちゃバチンってあったりするので、そういったところがね、こう性能としては結構ね、このカメラよりも良かったりはしますね。で、やっぱりね、おすすめしたい一番の理由としては、フルサイズでありながらすごくコンパクトというところです。ちょっと今実機ないのが申し訳ないんですが、本当に小さなカメラで旅行中にもね、全然持っていけるようなぐらいの大きさになっていますので、フルサイズでね、しっかりと本当にいい画質でね、残したいという方には、めちゃめちゃね、こうおすすめできるようなカメラかなというふうに思います。僕はね、この 7-4 を持っているので、7C2 をね、買わなかったんですけど、この 7-4 を持っていなければ、今は確実に 7C2 を買うかなといったところで、めちゃめちゃ売れてるみたいで、このカメラはね。なので、フルサイズで写真も動画も気楽に撮れて、コンパクトにかつ旅行で楽しめる、ストレスをなく楽しめるっていうのは間違いなくこれなんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで皆さん今回7個ご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。皆さんがね、気になるものはありましたでしょうか。基本的にね、多分ほとんどの動画のレビュー動画がね出ていますので、ぜひですね、概要欄のリンクからチェックしてもらえたらなというふうに思います。で、正直ね、旅行っていうところで持ち出しやすさとか機動力っていうところでご紹介させていただきましたが、もっと他にもね、素晴らしいカメラっていうのはたくさんあります。なので、僕ね、こんな感じでいろんなねカメラのねレビュー動画出していますし、こういう一眼カメラじゃなくて、こういったねアクションカメラとか他のねシリーズのねちょっと変わったようなねカメラのねレビュー動画も出していますし、そもそもカメラのね設定方法であったりとか、そもそもシャッタースピード、ISO感度とか何なのかっていう動画も出していたりとか、あとはね写真編集の動画とか、動画の編集の方法の動画とかたくさんね出しておりますので、ぜひですね合わせてね、こちらご視聴いただければすごく嬉しいなというふうに思っております。ということで今回の動画がね役に立ったよっていう方はね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。いつでもね見返せるようにねグッドボタンで保存していただいて、またね欲しくなった時にね見返していただければすごくいいんじゃないかなというふうに思います。というわけで今回ね最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。